こんにちは。美味しい引き出しの英子です。今日はレーズンカスタードチギリングを作ります。久々にチギリングが作りたくなったのと、カスタードクリームが食べたかったので、このようなパンにしてみました。1年以上前になりますが、レーズンとカスタードを使ったレーズンカスタードロールの動画を上げています。久々に動画を見直したら、この時は生地をこねて作っていました。今回のチギリングはこねない製法で切って重ねるだけの簡単成形ですので、最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉、きび砂糖、塩、イースト、蜂蜜、太白ごま油、牛乳、水です。牛乳と水は30度ぐらいに温めたものを使います。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず粉類を合わせます。強力粉の中にきび砂糖、塩を入れます。空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。生地を作るボウルに牛乳と水を入れます。イーストを振り入れてこのように混ぜておきます。合わせておいた粉の半量を入れます。大体の量で大丈夫です。そして混ぜます。粉が見えなくなって滑らかになるまでよく混ぜます。はい、滑らかになりました。これで OK です。蓋をして10分置いておきます。10分経ちました。では太白ごま油と蜂蜜を加えます。一度軽く混ぜ合わせます。残りの粉を全部加えます。そしてさらに混ぜます。切るように混ぜると混ぜやすいと思います。粉が見えなくなるまでよく混ざったらこのくらいで OK です。はい、ではまた蓋をしてさらに10分置いておきます。はい、10分経ちました。ではひらひらをします。ひらひらっていうのはこのヘラに生地を巻きつけて伸ばしてひら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 ってやります。切れそうになったら戻して、でまた巻きつけて伸ばしてひら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 、これをね3分くらい繰り返します。はい、3分経ちました。ちょっと生地が長く伸びるようになりましたね。そしてちょっとふわっとした感じになっています。はい、このくらいで OK です。では蓋をして今度は30分置いておきます。はい、30分経ちました。今日も外が暑いのでベランダの室外機の上で休ませました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと、これは太白ごま油です。生地の表面と周りになじませてひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。はい、生地の表面を整えたら OK です。蓋をして今度は20分置いておきます。ベランダに持っていきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。1回目と全く同じです。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。表面を整えます。そしたら平らにします。はい、では乾燥しないようにいつものようにビニール袋に入れます。パッチンして一次発酵は冷蔵庫の野菜室でオーバーナイトさせます。オーバーナイトの目安は10時間から18時間ぐらいにしています。ではおやすみなさい。おはようございます。今日は14時間ぐらい経っています。もう蓋までパンパンに発酵してしまいました。こんな感じです。ほら、蓋までいっぱいいっぱい。今日は野菜室で一次発酵を取ったんですけど、この生地量だったら冷蔵室の方が良かったかもしれないです。でもまあ大丈夫。台の上に移します。なんかますます大きくなったよっと。
ガスを抜きます。両面に薄く粉をまぶして、そして四角く広げていきます。26センチ ×26 センチを目安に広げていきます。この真ん中がちょっと厚くなりがちなので、均等になるように伸ばします。時々ひっくり返します。よっ、はい、いい感じに広がりましたね。夕べのうちに作っておいたカスタードクリームです。で、こっちがお湯に数分つけて、それで水気をよく切っておいたレーズンです。カスタードクリームは塗るのにはちょっと硬いのでね、混ぜて柔らかくしておきます。はい、ではカスタードクリームを塗っていきます。まず先に4等分しちゃいます。で、この3面に塗っていきます。これだけは塗らない。カスタードクリームを塗りましょう。まだ硬いかな。もうちょっとね、前に出しておいて、少し常に戻しておいた方が良かったかも。忘れちゃった。でも大丈夫です。塗れれば大丈夫。で、これ重ねちゃうから、そんなに神経質にならなくても大丈夫。少しレンチンして柔らかくした方が良かったかも。試作の時はね、30分ぐらい前に出して、それでぐじゅぐじゅって柔らかくして塗ったらもっと塗りやすかったです。はい、こんな感じで塗れました。そしたらレーズンを散らします。 OK。 それでは重ねていきましょう。よっと。何も塗ってないやつを最後に重ねます。はい、これで OK。 このままだと切りにくいので、ラップに包んで少し冷凍庫で冷やします。よっと。はい、ではね、冷凍庫で20分ぐらい冷やしていきたいと思います。はい、今日はこの17センチのシフォン型を使います。内側にまんべんなくバターを塗ります。たっぷり塗った方が型離れがいいですし、皮がねカリッとして美味しくなるので、たっぷり塗りましょう。はい、20秒じゃないや、もう一回。はい、20分ほど冷やしました。ではこれを移します。はい、くっつかないように薄く粉をまぶして、そしてひっくり返す。ではカットします。まず4等分スパッといきます。スパッ。そしてこれまた半分ね、スパッと。この一つ一つも4等分ずつ切っていきます。ガシガシってやらないで、スパッといった方がいいです。スパッ。ガシガシやってるじゃないかごめんなさいはい、全部切れました。では型に詰めていきます。下の段と上の段に分けて入れるんですけど、こういう端っこのところ、こういうのを下の段に入れますね。16個あるからね、8個ずつ並べますよ。こういう端っこのところね、適当の方が可愛いです。2、4、6、あと2個。こういう面を上に向けてね。下の段入りました。で、上の段ね。よし。ぐちゃぐちゃだけどこれで OK。さっき使ったラップをかぶせて最初発酵を取ります。オーブンの発酵機能を使って35度で、これはねちょっと長めに40分から様子を見て発酵させたいと思います。
最終発酵が終了しました。生地がね冷たかったのでちょっと長めに50分かかりました。まだちょっと冷たいんですけどね、もう少し置いとこうかな。もう少しこのまま室温に置いておきます。あと10分ぐらいこのまま置いとくことにしました。はい、残り1分ほどになりましたので生地の準備をします。オーブンは今180度で予熱をスタートさせています。表面にね牛乳塗ります。でアーモンドスライスを少し散らそうと思います。アーモンドスライスね、はい、すいませんちょうど1時間最終発酵を取ったことになりますね。冷たいままで成形から最終発酵させたのでちょっと長めにね、復温も兼ねて長めに最終発酵させました。かけすぎかな、もういいか。はい、では180度で25分を目安に焼いていきます。蜂蜜水を作っておきます。小さい容器にほんの少し、もうね小さじ半分ぐらいでいいですよ。ほんのちょっぴり。それと同じぐらいのお水小さじ半分くらいね。はい、焼き上がったら塗っていきます。はい、焼けました。ちょうど25分焼きました。こういうバタベラみたいなのでちょっと剥がしておきますね。取れるかな。お、取れる。じゃん。そこは取れるかな。そこもちょっとこれ刺しとこうかな。あ、取れる。いきますよ。よっ、取れた。よし。ではね、さっき作った蜂蜜水塗っていきましょう。あ、ピカピカしてきました。美味しそう。いい匂いする。はい、完成です。ここまでご視聴ありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。